皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済に異常ありといったことを伝えるニュースを取り上げていきます。まず第一に不動産業界。不動産業界は、中国恒大や碧桂園、様々な地方政府につながる投資会社などで、不動産開発に巨額のお金が投じられ、それらが焦げついている問題があります。中でも、最も最初に有名になった中国恒大について、香港の裁判所が、もう経営が行き詰まっているんだから清算しなさいと命令を下すといったニュースが流れています。また、中国経済全体の状況が悪い一つの具体例として、私は若者の失業率が非常に高いといったことを何度か取り上げました。ただ、若者の失業率については、中国政府が正式には発表しないというかなりの荒技に出ていたため、実際のところどうなのか具体的な数値はここ最近は発表されていませんでした。ところが彼らにとって都合の良いように条件を変えた形で若者の失業率が改善したと発表されました。このあたりについてのお話をしておこうと思います。まず最初に中国恒大、香港の裁判所が清算を命じたというニュースから見ていきましょう。中国恒大、清算命令も手続き進展は中国当局次第。中国本土内に大半の資産。香港の裁判所は経営再建中の中国の不動産大手、中国恒大集団に対して清算を命じる決定を下した。香港メディアなどによると、債務再編案に進展がないなどと判断した。今後、裁判所により選任された管財人の下で、債務を整理する手続きなどが進められる見通しだが、同社が抱える資産の大半は中国本土内にあるため、実際に清算手続きが進展するかは、中国当局の判断に左右されるとみられる。香港証券取引所は、恒大集団と傘下の2社の株式取引を停止した。恒大集団は、地元の広東省政府の指導下で、再建を進めてきたが、不動産市場が改善しないこともあって、経営をめぐる混乱が増していた。昨年6月末時点の負債総額は約50兆円で債務超過の状態にある。8月には経営再建中の外国企業がアメリカ内で保有する資産の保全を可能にするアメリカ連邦破産法15条の適用をアメリカニューヨークの裁判所に申請。9月には創業者の許家印氏が中国当局に拘束されたことが判明した。中国では習近平政権の統制強化を機にした不動産市場の低迷が深刻化しており、恒大集団に限らず、碧桂園など不動産大手に経営悪化が広がっている。不動産は中国の国内総生産 GDP の3割程度を占めるとされるため、経済への影響が大きい。恒大集団への清算命令が中国の不動産販売や金融システムに影響をどの程度与えるかも注視される。なお、こちらが香港の株式市場全体の様子です。ここ1年の間は上げ下げをしながら、だんだんと値下がりが続いている状況です。そしてもう一つ、中国の経済状態が悪いぞというのを見るための情報の一つ、失業率について見ておきましょう。中国は経済危機を隠蔽している。騙された若年層。これまで高止まりしていた中国の若年層の失業率が中国国家統計局が半年ぶりに公表した統計によれば前回発表の3分の2まで減ったという。だが専門家からは中国政府が今回新たに取り入れた統計手法はもっと大きな問題を解するためのものだとの声も上がっている。国家統計局は昨年6月を最後に公表を中止していた16歳から24歳の失業率を発表した。それによると12月の数値は 14.9% で昨年6月の 21.3% に比べると大きな改善に見える。今回の統計結果は今年大学を卒業する予定の1100万人超の学生にとって明るい材料となるのだろうか。そう判断するのは早計だと国立台湾大学経済学部のファン教授は言う。失業率が低下したのは国家統計局が統計サンプルから学生を除外したためで、若者の労働市場に底堅い改善が見られたためではないと教授は語った。教授は統計の取り方にはさらに3つの点で問題があると指摘する。問題点1、週に1時間しか働いていない人まで非雇用者としてカウントしている点。つまり、アルバイトでも家事手伝いであろうとも、この人は労働者だよとして失業率には反映しないというわけです。2つ目の問題、就職難から求職活動を諦めてしまった人が失業者としてカウントされていない点。若者という年齢層において仕事に就いていない人たちを就職活動をしていなかったらもう失業者としてすらカウントしないとい
いう問題点がありすぎる統計の取り方。3、都市部に住んでいる人しか調査の対象になっていない点。中国においては都市戸籍と農村戸籍の2つの戸籍によって住む地域やどんな仕事をするかもかなりの違いがあります。農村部における若者たちの失業率はそもそも数えさえしないというのであれば、発表される失業率がまともなものとして捉えることはできません。恒大集団が清算を命令を受けたからといって株式市場全体にものすごいショックが与えられるかといえばそういったわけでもありません。何しろこの話題それ自体は以前からずっと続いてきていて、なんで潰れないのかなといった、むしろそっちの方で不思議さすらあるからです。そうなっている理由としては、今回の記事の中でも触れられていますが、中国当局がかなり完全な破綻といったものを防いでいると言われています。例えば中国恒大集団の場合だと、とにかくお金をかき集めて、それに利子をつけて返していくわけですが、それよりももっと勢いよく不動産開発を行い、そこから上がってきた利益を元にして、さらにお金を借りまくって、またさらに開発を進めていって、なんとなく全体で回るような超巨大な自転車操業をしていました。不動産開発を進めて、そこでお金がどんどんと生まれるというこの構図はあくまでも全体の状況としてみんながみんな不動産を買い求めるといった状況の中でしか成立しません。一応はそれが何年か続いてきたからこそ中国恒大集団は大きくなったし、同じような手法を使って巨大化した不動産開発会社がいくつもあるのが中国の特徴の一つです。しかし、そうした経営手法は完全に行き詰まっています。恒大集団が経営に行き詰まっているなといった話は以前から流れていますから、今回の清算命令が報道されても、市場それ自体に大きなショックは出ていません。やっぱりなという受け止め方がほとんどでしょう。ただ、香港株式市場の全体の様子をご紹介しましたが、やはり景気全体が冷え込んでいる状況は、少しずつ株式市場の下げを誘導しています。中国ではこうした状況を少しでも食い止めようとして空売り規制などもかけています。株の売買といえば安値で買って高値で売る、その差額で利益を得る方法が一般的に知られていますが、その逆の方法として高値で売って安値で買い戻す、こうした空売り売買についても手法としては存在します。全体の状況として景気が冷え込んでいく、じゃあもっと下がるかなと思ってみんながみんな空売りしたいよとなれば、売りがかさんで株価は下がる一方になります。買い手が少なければ少ないほど売りが圧倒してしまい、市場それ自体が暴落射撃を起こすかもしれないと薄々感じているからこそ空売り規制はかけられているのでしょう。ただ、そもそも論として今の経済状況だと今買ってもどうせここから上に買っていく人たちがいないんであれば今自分の買う番じゃないよなと思って買いから入る人が少なければ結局のところ株価は下がらざるを得ません。今の中国株式市場の株価低迷といったものは現実の経済状況を反映する形で動いていると見た方が良いでしょう。そしてそのような経済状況を表す一つの指標として失業率があります。企業活動が低調であれば多くの労働者を雇うことはほとんどありませんから、失業率が高ければ高いほど景気も悪いんだなというのを情報で知ることができます。しかし数値が悪ければ悪くならないように条件を変えればいいじゃないかといった話が今回の失業率どういう条件で取るか変更点についてです。記事にもありましたが、失業率が高くならないようにするために何としてでも条件を自分たちにとって都合の良いものに変えようとしている意思がかなりひしひしと感じるものがあります。若年失業者ですよと言われれば、一般的にはその年代の人全体のどれだけの人が働いているかなという情報を想定するわけですが、そもそも都市部の人しか対象にしないし、農村部でどれだけの若者が失業していようが、数値に反映する気などないということを公言するというのも結構なものです。中国においては、都市経済だけではなく農村部における人々も当然のように人間ですから、どのような活動をしているかを経済指標に反映すべきものです。そしてそのような整えた条件であったとしても若者の失業率が 15% 程度あるというのですから、中国経済は悪い状態なんだなと表していると思います。というわけで今回の動画では経営が行き詰まっている中国恒大、香港市場において
裁判所が清算を命じるといった報道がされています。中国の不動産業界は全く回復の見込みがなく、抱えている債務を整理するのがやっとでしょう。そしてそのような債務を整理するためには、売れてない不動産物件などを処分するために、さらに市場に安値投入するようなこともあり、市場の混乱をさらに招くことでしょう。経営が健全なところですら、そのような安値競争に巻き込まれれば、当然に大きな経営打撃にもなります。しかし、そもそも論として不動産を買えるような状況じゃないといった人も増えているのが今の中国経済の実態でしょう。若者たちを雇いたいと思えるような企業がどんどんと減っているからこそ、若者の失業率は高止まりし、そのような失業率の高止まりを隠したいがために、統計を取るための条件を変更し、少しでもごまかそうとしている中国当局だと言えるでしょう。あなたはこのような中国経済、そして中国当局の動きをどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。